皆さんこんにちは、フーディーボーイです。カニが食べたいシーズンになってきましたね。毎年どこかしらカニのシーズンはカニのお店を紹介してきてとても好評です。そして今回はかなりすごいお店に行ってきました。それがこちらの浅草にあるイノベーティブなカニ料理のお店、カニ加藤さんです。このお店の何がすごいのか3つに絞って紹介します。1つ目が唯一無二の料理。カニ料理と聞けば大体のメニューは想像がつくと思います。ですがこちらは想像を超えてカニをいろんな調理法や素材との組み合わせで提供してくれて度肝を抜かれました。おそらくカニをここまでイノベーティブに仕上げているお店は世界中でここにしかないと思います。2つ目が調理のバリエーション。カニだけでもスープ、お作り、茹で、蒸し、揚げといったいろんな調理法で出てきます。そして料理としても和食だけの経験では賄いきれない幅の広さがあって最高に楽しいです。3つ目が素材のバリエーション。カニは1種類だけではなく毛ガニとタラバガニが出てきて、カニ以外にも日本一と言われる和牛やアワビ、フカヒレ、キャビア、イクラといった贅沢な食材をいろいろと駆使してくれます。いろんな調理法で出てきても結局カニだけだと食べ疲れて厳しいっていう人は結構いるので、こういうバリエーションはありがたいです。そしてこれだけすごいお店だと普通に一般予約ができるようにしてしまうとすぐに超予約困難点になって常連さんが行きづらくなるからか、なんとオープン当初から予約は紹介制です。本来紹介制のようなお店は動画にしてもあまり意味がないので、そういうお店の投稿は避けています。ですが僕が今回連れてってもらった常連さんのおかげで特別に予約が取れる方法を紹介できることになりましたので、動画を出すことにしました。ただしカニとなればさすがにかなりお高いので、動画の中身を見てくれた上で本当に行きたいと思ってくれた人にだけ動画の最後で価格と予約方法はお伝えしたいと思います。そしてどれだけすごいお店か、うんちくを言っても具体的にどんなメニューが出てきてどれぐらい美味しかったのかお伝えしないとよくわからないと思います。なので今回もその日出てきた全メニューを食レポとともに紹介します。まずは本日の料理で使う出汁とそれに使う鰹節のテイスティングから始まります。目の前で削った削りたての鰹節は超薄切りでエアリーかつ滑らかでふわっと溶けてなくなります。そして鰹節の上品な香りと優しい旨味だけが口の中で残ります。これだけエアリーにするのは削り器の刃の調整が重要らしく 0.1 ミリ単位で調整するそうです。その後はそんな削りたての鰹節と北海道の昆布で取った一番出汁のテイスティングです。湯気に乗って先ほどの上品な香りはさらに強くなります。そして昆布によるグルタミン酸の旨味も加わって優しく旨味が染み渡っていきます。そして一品目の料理はお椀、通称飲むカニです。こちらはただのカニスープではありません。カニで出汁を取ったスープにさらに焼いたカニの甲羅を砕いてパウダー状にしたものとカニの身をすりつぶしたものとほぐし身が入っています。普通こういうスープは余った殻や茹で汁とかでカニ出汁のスープにするぐらいですが、カニの身がこれだけ入っているのは贅沢すぎます。カニの身をすりつぶして入れることで単にほぐし身だけを入れるのと比べて滑らかさが全く違うので、そのようにしているみたいです。まさしく飲むカニと言える滑らかさです。そしてほぐし身も入っていることでカニらしい食感も味わえて、カニの味だけど何を食べているのかわからないとはならず、カニを食べている感もあっていいです。それだけカニの身が入っていると甘みも強いです。そこにさらに焼いたカニの甲羅のパウダーによる超香ばしい香りが嗅覚と味覚を同時に刺激してくれます。次は先付け。こちらは茹でた毛ガニと蒸しアワビとカニのジュレを合わせたものです。毛ガニは目の前でさばいてから茹でたもので鮮度も抜群で香りもいいです。アワビは島根県の天然のものを使っており 300g 級のバカでかいものを使っています。天然物でそれだけ大きいのはトップクラスの素材でしょう。そんなアワビはなんと5時間も蒸しています。そしてジュレはカニだししか入っておらず、毛ガニの殻を濃厚なだしになるまで抽出した上でジュレ状にしたものだそうです。これらを一緒に食べる超贅沢な一品です。食べてみると様々な香りによる嗅覚の刺激がすごかったです。最初にアワビの磯の香りが一瞬来て、その後ジュレが溶け出すとともにカニの身の甘い香りと甲羅の香ばしい香りがブワッと広がって、最後にまた噛み締めることで出てきたアワビの身に内包された芳醇な香りが放出されるようなイメージです。それと同時にアワビの甘みと毛ガニの身の甘みも味わえます。そして周りにはカニ味噌もちょこちょこ散らしてあり、これも一緒に食べることで旨味の刺激がもう一段加わります。超贅沢な味変ですね。これだけ複雑な嗅覚への刺激と味覚への刺激が一瞬の間に起こるのは食感のおかげもあると思います。
アワビは当然柔らかく歯切れも良く、ジュレは口どけが良く、カニは茹でたてなのもあってかホロホロとほどけるので、一緒に食べてよく混ざり合って相性の良さを感じます。次は毛ガニのお作りです。こちらも目の前でさばいた超新鮮なものです。お作りといっても見ての通り軽く火を通しています。完全に生だと食感はいいのですが、カニの甘みが損なわれてしまいます。こちらは軽く火にかける程度らしく、半生に仕上げています。なのでカニの甘みは十分に感じられるよう引き出されていて、なおかつ食感は火入れしたプリプリの部分と生のムニュッとした部分が組み合わさって心地いい弾力です。生と火入れのいいとこ取りのように仕上げる火入れはすごいです。そして食べ方はポン酢と醤油で食べ比べできます。ポン酢だとカニ酢よりも酸味が控えめでまろやかで、カニの甘みに乗っかるような味付けです。一方で醤油はキレがあり、塩味によってカニの甘みが際立つような味付けです。酸味のある味付けが苦手な人もいると思うので、醤油でも食べられるのはいいですね。ちなみに剥き出しになっていない足の部分は、後でシェフがさばいて食べやすいようにしてくれます。なのでカニを食べる時の煩わしさは一切なく楽しめます。こういう一流のカニ料理店ならではのサービスもありがたいです。次は揚げ物、タラバガニの足をまるっと春巻きにして揚げています。それを半分ずつにしてキャビアとイクラをそれぞれに乗せて贅沢な食べ比べです。キャビアの方はすだちをかけて爽やかな味付けでいただきます。揚げ物の油分がすだちによってさっぱりと調和してくれて相性がいいです。そしてキャビアの塩味と旨味もしっかりと感じます。イクラの方はまろやかに塩味のある旨味のジュースで包み込んでくれるイメージです。どちらもカニの足の身を丸ごと揚げているので、当然ながら身がぎっしりと詰まった春巻きになります。なのでタラバガニならではのムキムキで筋肉質な繊維の食感を一口で存分に味わえます。そこにパリパリな春巻きの食感が混ざり合って食べ応えが抜群です。タラバガニをこんな風に食べられるお店は他にないでしょう。次は毛ガニのカッペリーニ。一口サイズですが、この一口のためにいろんな仕掛けがあります。一番下には冷製のカッペリーニ、つまり細麺のパスタがあります。カッペリーニはそうめんと同じぐらいの細さだそうで、食材とよく絡みます。その上に毛ガニはほぐした身と味噌を和えています。そのさらに上にウニとトリュフを乗せています。この素材を組み合わせて美味しくないわけがないです。カニとウニの甘みとカニ味噌とウニの旨みとトリュフの芳醇な香りが複雑に交錯します。ちなみにトリュフは見ての通りスライスした後に細切りにしています。そうすることで混ざりやすく一体化した味わいになるのと、断面が増えることで香りがさらに引き出されています。そして一体化した中にも複雑な食感があります。カッペリーニはツルツルとした滑らかさで、ウニはクリーミーな滑らかさ、そこにカニの繊維感と細切りトリュフのほんのわずかに歯ごたえのある食感があります。たった一口でもその中でこれだけいろんなことが起きていれば満足度が高いです。ここから一品物は2種類から選べます。僕はせっかく動画を撮らせてもらっているので追加で両方頼みました。一つ目が和牛とタラバガニの串焼きです。この和牛がすごくて、牛の中山という2022年の和牛オリンピックという牛の品評会で金賞を獲得して日本一の称号を得たことがある鹿児島の生産者のものです。何がすごいのかというと、融点の低さと赤身の旨味の強さです。融点が低いことで口どけが最高に良くて脂がとても滑らかです。通常23度ぐらいが融点なのに対して17度で溶けます。なのでマグロの大トロのような口どけです。そして一般的には霜降り具合と色味を重視して評価される中で、牛の中山さんでは徹底的に旨味を追求するためにストレスの少ない環境と旨味を高めるための餌で飼育しているそうです。それによって旨味の強い赤身と融点の低い脂を生み出しているみたいです。またタラバガニは酒蒸しにしてから焼いているのでふわっふわに柔らかいです。春巻きの時と同じくタラバガニの足ですが、全然違う食感を楽しめます。普通に茹でたタラバガニをイメージしていたらびっくりすると思います。こちらの串は2本出てきて、1本目は肉、カニ、肉で、2本目はカニ、肉、カニの組み合わせです。最初はそのまま食べるのがおすすめですが、味変用のソースも最高です。カニの殻をたくさん使ってトマトと合わせたアメリケーヌソースならぬアメリカーニソースは洋風な味わいになります。和のまま味わいたい人はウニと卵黄のソースの一択です。これだけでつまんでも美味しいですが、和牛につけてもカニにつけても旨味が爆発的に増幅する反則のソースです。もう一つの一品が蒸した毛ガニとフカヒレをすっぽんの出汁でいただくものです。この組み合わせも贅沢すぎます。
フカヒレは丸ごと入っており、プリプリの食感を存分に味わえて、これだけでも食べ応えは抜群です。そしてほぐした毛ガニはすっぽんの出汁を吸っており、旨味が強いです。すっぽんの出汁だけではなく、毛ガニとフカヒレも食べながら少しずつスープに出汁として染み出していき、旨味のトリプルパンチのスープに徐々に変化していき、最高の味わいです。そして締めにはタラバガニの土鍋ご飯です。タラバガニのほぐし身を混ぜてから土鍋で炊いたご飯の上に、タラバガニの殻をバーナーで炙って超芳醇な香りを閉じ込めています。実はこのガスバーナーの先端についているのが特殊なチップで、これをつけることでガス臭さがなくなり、七輪や炭火と同様の遠赤外線を放射できるようになるものだそうです。このお店の香りへのこだわりは本当にすごいです。そしてこの土鍋ご飯は3種類の食べ比べができます。まずはそのまま食べます。殻を炙ったことで、カニの甘みだけでなく、甲殻類らしい香ばしさがご飯に移っています。次にイクラを乗せて食べます。イクラの塩味によってカニとご飯の甘みが際立ちます。そして旨味も付加されてどんどんご飯が進みます。最後は一番だしと海苔を入れて茶漬け風にいただきます。一番だしで始まって一番だしで締めくくる最高の流れです。最後に水菓子はミナキという日本酒の酒粕アイスクリーム。ミナキというのはいろんなコンクールや品評会で賞を獲得していて世界的に評価されている高級な日本酒ブランドです。その中でも極限という日本酒がすごくて、なんと 17% の精米部合です。日本酒に詳しい人はこれがどれぐらいすごいのかわかると思います。簡単に説明すると、酒米を削って残った部分が 17% のみということで、それはおそらく心拍といって、米の中心部の数ミリだけになる限界値に近いレベルだと思います。それだけ削るということは、酒米の量に対して作れるお酒も副産物として出てくる酒粕も少ないということになります。そんなミナキの酒粕を使った希少なアイスクリームです。普通の酒粕だとえぐみや雑味があるものの 17% まで精米しているので洗練された甘みと旨みがあります。ちなみに今回のドリンクはその極限を少し味見させてもらったら感動するぐらい気に入ったのでボトルで1本をお願いして食事中に通しで飲みました。17% の精米具合というのもあってか香りは芳醇で甘いながらも飲み口が最高にピュアで滑らかで味わいはバランスが良くどの食事も邪魔しない最高の日本酒です。以上がカニカ島で出てきた全メニューでした。全部で約9品出てきて 38,500 円です。普通に考えたら1食のお値段としてはとてもお高いと思う人もいるかもしれませんが、カニ料理の専門店はカニの水揚げ地のど田舎でももっと高いお店もあることや唯一無二のカニ料理が食べられることや出てくる素材のクオリティのことを考えたらコスパ最強だと思いました。ちなみにズワイガニのシーズンはズワイガニも食べられるコースが55,000円からあるみたいです。そして冒頭でお伝えした予約方法ですが、お店の人にフーディーボーイの紹介と伝えて概要欄にあるメールかお店のインスタの DM から連絡したら特別に予約を受け付けてくれると言ってくれました。このチャンネルを応援してくれている視聴者さんは本当にいい人が多いといろんなお店から僕も伺っていて、それをお店の人に伝えてお願いしたらこういう形で特別に予約を受けてくれることになりました。以前同じように銀座で会員制のカニのお店を紹介した際には予約の連絡がお店もパンクするぐらい殺到して一瞬で予約の枠が埋まっちゃいましたので、早めに予約の連絡をしておくのがいいかもしれません。美味しそうだな、行ってみたいなと思ったら高評価をお願いします。もっとこういう動画を見たいとかこのチャンネルを応援したいと思ってくれた方はチャンネル登録もお願いします。それではまた。